今日はゴミ当番。行きも帰りも可愛いお供が先導してくれます。心配しなくてもちゃんとついていきますから。本当に優しい地域猫のみーこさん。仙台猫の散歩もこうしてお供してくれました。みーこさんとの出会いは18年前。その頃、みーこさんはまだ幼い一匹の子猫を連れてご近所さんでお世話になっていました。本当に稀に見る子煩悩で、半年過ぎてもおっぱいを与えるほど優しすぎるママでした。そして再び妊娠してしまったみーこさん。ご近所さんが捕獲しようとしていましたが、間に合いませんでした。ようやく出産場所を見つけ出し、保護しようとしましたが、その悲惨な光景に思わず目を塞ぎました。3匹のうち2匹の子猫の頭部が噛みちぎられ、残り1匹はわずかに息をしていました。おそらくみーこさんがいない隙に何かに襲われたのでしょう。治療のためすぐに生き残った子猫を保護しなければなりません。しかしみーこさんは血だらけの2匹の亡骸を舐め回しながら瀕死の子猫を手放そうとしません。それどころか取り上げないでと言わんばかりに強く泣き始めたのです。辛い選択でした。痛いほど子猫を思う母猫の気持ちが伝わってきました。しかし時間がありません。一刻も早く手当てが必要です。私たちも泣く泣くみーこさんから子猫を取り上げました。死んだ2匹の亡骸はご近所さんが預かり、みーこさんに見つからないよう庭に埋葬しました。最後に生き残った1匹はうちで預かることにしました。しかし一時的に回復したものの、数日後子猫は静かに息を引き取りました。みーこさんはその後も家の前で毎日子猫を呼び続けました。もう合わせる顔もありません。やっと決心して外に出るとみーこさんが飛んできました。予想通り子猫を返してほしいと言わんばかりに泣き続けました。みーこさん、ごめんなさい。あなたの大切な子供を助けることができなかった。もっと早く見つけていれば。後悔と自分の無力さで涙が止まらなくなりました。それからもみーこさんは亡くなった子猫を探し続け、毎日家にやってきました。私にできることといえば、みーこさんをなだめ、子猫はもうここにいないと伝えることだけです。本当に辛い日々でしたが、おっぱいも張って身を裂かれるようなみーこさんの思いとは
比べ物にもなりません。最後に亡くなった一匹は、うちの庭に埋葬しました。2ヶ月近くなった頃、ようやくミーコさんの泣き声が止みました。助けることができず、辛い思いをしていたのは、ご近所さんも同じです。二度とこのような惨劇にならないよう、ミーコさんの回復と同時に捕獲を再開し、無事、避妊手術を完了しました。でも、安心していたのは私たちだけでした。ミーコさんは子猫たちのことを、一瞬たりとも忘れてはいませんでした。それからのミーコさんは、ことあるごとに、私の後をついてくるようになりました。いつか子猫を返してくれると、信じていたのでしょう。もう、あなたの子供は、どこにもいないの。だから、ついてこなくていいんだよ。そして、せめてもの報いに、家猫として迎え入れようとしましたが、家に子猫がいないことを知ると、逃げ出してしまいました。しばらくすると、またミーコさんがやってきて、後をついてきました。どうして、もう知ってしまったでしょ。本当に、どこにもいないんだよ。掘り返されないか心配でしたが、子猫を埋葬した場所に、ミーコさんを連れて行きました。ここにいるんだよ。あなたの子供は。ミーコさんは埋葬した場所の匂いを嗅ぎ始めました。死んでしまった子猫の匂いを嗅ぎ取ったのでしょう。一瞬掘り出そうとしましたが、その場にじっと座りました。怒っていいんだよ。だって、ミーコさんの子供はもう一匹もいないから。半年前、感染症にかかり、戻ってきた子供も、すでに亡くなっていました。大きくなってもおっぱいを与え続け、どこに行くのも一緒で、子煩悩も過ぎるほどでした。翌朝、またやってきました。そして、ゴミ出しの準備をする私に、後ろを見ながらこっちだよと前を歩き出しました。怒ってないの？戸惑う私の足元に、ゴロゴロと喉を鳴らしながらすり寄ってくると、優しく見上げてきました。助けてなんていないのに、恨むどころか、こんなに優しくしてくれるの。その清らかな思いに心打たれた瞬間でした。その後のミーコさんは、最初の子供の面影を追い続け、野良猫が産み捨てた子猫を育てたり、突然やってきたドビの親にもなりました。元気そうに見えますが、実はもう19歳くらいになります。人間で言えば90歳以上です。足腰が弱った今もこうしてついてきてくれます。
年老いてからは何より人の役に立つことが生きがいのようです。